カツ丼マンジュニアですよね。ちょいメガカツ丼。メガカツ丼マンジュニア。丼マンジュニアです。ちょいメガ盛りそば、チョモランマンジュニア、お待ちどうさまです。なんかどんどん増えちゃいまして、8キロ、9キロ、10キロクラスのメニューもありますね。ありがとうございました。よいしょ。トリプル丼、ちょいメガトリプル。はい。どちらでも。はい。普通です。こちらは。はい。デカ盛りのイメージがすっごい先行しちゃってるんですけど、でも老舗のそばどころなんで、ね、おそばもしっかりと作ってるんで、怖がらないで来てほしいなって。走っていいですか？はい。よっしゃ。お店自体は僕で一応3代目になりまして、はい、なんでもう90年以上かなっていう。大食い系の YouTuber さんとか、あとタレントさんとかテレビとかしょっちゅう来るんで。そうですよね。でもすごい種類ありましたもんね。はい。なんかどんどん増えちゃいまして、初めは3種類ぐらいだったんですよ。はい、25年前は。デカ盛り専門店じゃないんですけど、多分こういうのがあるからデカ盛り専門店だと思われちゃうんですよね。重量で言ったら一番大きいの既存のメニューで7キロのやつもあるんですけど、ファイター系の方たちには裏メニューとか。あ、本当だ。町の大食い自慢からトップクラスのフードファイターから来るので、そういうなんかトレーニングとして出すようなメニュー、8キロ、9キロ、ないしは10キロクラスのメニューもありますね。今メニュー化してる中で一番難易度高いのがこれなんですよ。実はこれですか？これっちのが難易度高いんですよ。天丼とかカツ丼とか焼肉丼とかはい、うちにある丼系のやつが全部入ってるんですよ。親子丼だとか固形分が多いんで難易度が高い。花がつおで香り付けをして、でお水とかもちょっと市販の天然水を基本使ってるんですけど、やっぱ軟水を使うんですよ。わざと硬度が高くない水を使ってますね。そうなんですよ。修行場所みたいな。ちょっとこっちに。よいしょ。お店に入ったのは21、デカ盛りが始めたのは22。実質自分がもうメインでこう厨房には立ってましたけど、大体僕がそば担当で、うちの母がつゆ担当で仕込みを朝ずっとやってましたね。ちなみにそのデカ盛りを始めるに至った経緯みたいな。うちやっぱほんと先ほど言ったようにものすごい老舗なんですよ。もう少し客層を広げたいなって思いまして、お店を知ってもらえるきっかけとなるようなメニューがあったら面白いかなと。調布市って結構学生街なので、その学生さんたちの間で広まってくれたらいいかななんて思いながら、そこでデカ盛りというジャンルに至ったんですよね。はあ、
継ぎ足しでずっとやってるんですよ。そういうのがみりんも何種類か入れて砂糖水でこう作っていくんですね。最初にやってると基本は欧米で、仕事中はパートさん来るんですけど、でも平日はワンオペやる時もありますよ。パートさん見つからない時は一人でずっと作って持ってってお会計してて一人でやる時もありますね。天丼にしようかなと思ってまして、なるほど。エビをちょっと仕込んで、この時間の間に。フードケミストリーっていうね、なんかそのチームがありまして、江戸さん以外にもその人気のお店さんが何店舗さんか、YouTube でコラボのデカ盛りを作ったんですよね。これうちとみそじんさんのコラボデカ盛りとか。やっぱそのデカ盛りのお店同士のつながりみたいな。そうですね、結構ありますね。はい。仕込みとかって今言ったらデカ盛りでいろんなメニューでやってるじゃないですか。はい、やってますね。毎日どのメニューもできるような状態で。基本はレギュラーメニューをでかくしてるだけなんで、基本は全部できますね。メニューによっては前日までの要予約のメニューもあるんですよ。カレーパークスペシャルトライマンいいけれど、まあ要予約なんで、急に来ても作れませんと言っちゃうんで、あとは2品以上をご注文の場合はもう要予約にしてますね。デカ盛り1品でもメガの方だったら1つでも8人前なんで、2つ出ただけでも16人前出るわけなんで、その日の仕込みにも影響してくるんですよね。よいしょ。2番だしですね。でこれであったかいお蕎麦とかだったらね、これで合わせてね、こうおつゆできてるんですよね。でもお店には何時頃なんですか？ 7時ぐらいかな。ちょっと営業は8時前なんですけど、いやーなんだかんだ12時ぐらいまで一人で、まあ片付けして、あと夜も仕込みできるとこもするんですよ、次の日の朝の。まあ例えばおつゆ取ったりとかはね、お蕎麦作ったりとかはやっぱり取り立ての方が美味しいんで、そういうのはね、人手が足んない中で時短でできるように、はい、考えてますね。ちょっとね、残るかな。そうですね、それは立場にあるので、その出向要件を満了させて、今回の刑だけ誹謗中傷をして追い詰め安倍さんを殺してしまったことだった。
日替わりたぬきとカツ丼セットせいろです。失礼しました。よし。カツ丼セットで冷たいそばですね。はい、承知いたしました。はい、カツ丼せいろ。で、お待ちどおさまです。あっちを食べよう。はい。はい、お待ちください。日替わりせいろ2つです。せいろ2つ。はい。待ってね。じゃあ、せいろ日替わりせいろ2つ。はい、お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。はい、日替わりせいろはじめ。で、続いてお後の。ちょっと日替わりせいろ。はい。はい、日替わり。いや、下の木はそばと目がカツ丼マン。カツ丼マンジュニア。カツ丼マンジュニアですよね。ちょいメガっていうのが結構うちメイン。デカ盛りってなんか結構すごい量が多いんですよ。一般の方って食べれないんですよ。でもこの半分サイズだったらがっつり食べる系の学生さんとかすごい喜ぶメニューなんで、なのでこっちのメニューは結構頻繁に出ますよ。
ドアが。ちょい面。ありがとうございました。はい。はい、お待たせしました。カツ丼まんじゅうにあります。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。テーブルでご座敷です。いらっしゃいませ。あ、はい、どうぞ。相手をお席に。すみません。はい。カツ丼まんジュニア、チョモランマンジュニアで。1キロ超えたんです天ざると焼肉丼セット。結構、隣一番低い。ありがとうございます。ありがとうございました。あれなんで狭いんで。はい、ちょいめが盛りそば、チョモランマンジュニア、お待ちどおさまです。はい、チョモランマンジュニア、お待たせいたしました。はい、どうぞ。これだった。
ちょいメガカツ丼。メガカツ丼マンジュニア。はい、ちょいメガカツ丼。はい、失礼いたします。トンマンジュニアです。今いいですか？日替わり豚肉とカツ丼セット頼んです。日替わりタヌキとカツ丼セット頼んです。その後、その後。電話も見てなかった。あ、そうか、聞いといてよかったっすか。22日はやるって。はい、カウンターテーブル。ましたね。余裕ですか？いやいや、ご飯めっちゃ多かったよ。あ、そうですか。食べても多分減らへん。あ、そうですね。次はまた別なので来ます。はい、ぜひぜひ。ごちそうさまですありがとう。もう初めて初めてです。まあいろんなのでテレビで見てま苦戦されてました。だって食べても食べても終わりがないわ。す。お蕎麦はとっても美味しかったです。はい。また次があったらはい。別のにしないと。別のにはい。はい、ありがとうございます。失礼します。全部基準はやっぱ自分が食べ歩いたんですよ。一般人がどれぐらい食べれるのかっていうのを毎回実験するんですよ。でお客様の反応とか食べっぷりだとかを見ながら重量とかを微妙にこう変えていったんですよ。今年はすだちそばチャレンジっていうのをやったんですよね。1 3キロのすだちそばを制限時間5分以内で食べれれば完食無料にしたんですけど、すだちそばなんか成功率がすごい 70% ぐらい成功しまして。赤字ね、ちょっとした大食いの方から、やっぱりその大食いを目指してる方いろんなジャンルの方たちが来るんで重量とかもいろんな重量があるんですよ。実は結構考えられてるんですよ。1.9 キロから7キロって幅広いんですけど、ここら辺が結構一つの大きな壁なんですよ。 5.5 キロっていうところが。ここからクリアをするとやっぱりその大食いの入り口に入れる。揚げ物だったら食べづらいとか咀嚼使うやつだったら難易度が上がるっていうのも考えながら作ってるんで。裏メニューのはい一番重いやつってあれ何が？若松ランドってやつですね。とある番組でこの絵を描いたんですけど、4つのエリアがあるんですよね。それぞれ2キロ2キロ2キロコーンポタージュスープをちょっと1キロぐらいドカンと置くような、ね、これはなんだっけ、豚の襲撃だね。これチャーシュー丼、チャーシューエッグ丼なんですよ。これだからフードファイトのための。そうです。もちろんやっぱりね、料理人としてのやっぱちょっとポリシー持ってやってるんですけども、本当ここに関してはフードファイトっていうことだけなんですよね。こういうのってどういう時に考えずーっと作り続けてるんでいろんなイメージがあって、頭の中でできてるやつを組み合わせながらもう完成させる、そういうのをちょっと常に考えてるんですよね。ね、これからですね。
ます。はい。カツ丼単品お待ちどおさまです。はい、カツ丼単品になります。お待たせしました。あらら、すごいね。朝ね、なんかね、昨日夜食べたせい。いっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。3名様。お座敷で。天ざるそば、なめとしと、焼肉丼のセット、盛りそばの。焼肉丼の。普通のです。あ、普通です。こちらは。はい。デカ盛りのイメージがすっごい先行しちゃってるんですけど、でももともとは本当に老舗のそばどころなんで、一人前のメニューも豊富にあってね、おそばもしっかりと作ってるんで、怖くて来れなかったっていう方もたくさんいるんでね、怖がらないで来てほしいなって。でははじめカレーうどんお待ちどおさまです。はい、カレーうどんです。お待たせしました。はい、焼肉丼セット、冷たいそばお待ちどおさまです。天ざると焼肉丼セットのせいろ。ありがとうございました。大盛り、はい。はい、承知しました。じゃあ、チームに。日替わり冷たいそば大盛り。よっしゃ。日替わりたぬきお待ちどおさまです。はい、あとおしんこ。日替わりのすごい看板マジ美味しそう。ちょっと生活してる。楽でしょうがない。ずっしりしてる。めっちゃうめえ。
母親の遺伝を継いでたとしたら出前入ったんです。出前が近所なんで歩いて30秒ぐらいで持っていけるところなんで、はい、普段はちょっと出前受けれないですよね。生姜いいですね。で、みやこさんお願いしていい？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。はい、3名様。はい、どうぞ。だいたい。よいしょ。はいはい。もしまぶしかったらおろしていただいて。緊張ぐらいしか出前を持ってってないんですけど、お近くなんで。すいません、お待ちどうさまです。どうも。はい。ちょうど4000円ですね、これで。あ、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。走っていいですか？はい。よっしゃ。ごめんなさいね。すいません。はい、いいだろう。ありがとうございました。よいしょ。はい、トリプルドン。トリプルドン、ちょい目がトリプル。はい。お待ちどうさまです。そっか、レモンサワー。はい、失礼します。ちょいめのトリプルダウンですね。はい、お待たせしました。はい。どちらでも、はい。ちょうどあるんで。はい。はい。入店のお返しです。レシートご覧ください。はい。よく来られるんですか？久々ですね。家遠いんで。そうなんですね。お腹いっぱい。すごい量、結構余裕で食べられてませんでしょ？いやー、もう結構キツキツですよ。本当ですか？これより上はもう多分いけないと思います。そうですね。美味しくいただきます。
ありがとうございます。すいません。はい、ごちそうさまでした。ご苦労様です。ありがとうございます。肉南蛮そば、とんかつ、カレーそば。南蛮そば、肉南そばお待ちどうさまです。とんかつカレーそば。はい、すいません。肉南蛮。すいません、お待ちどうさまです。とんかつカレーそば。はい、お待ちどう。そうですね。アド待ちでやってて、肉とかもなんかすごい美味しい感じで。すごいさっぱりしてて美味しかったです。そうですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいお腹空いちゃった。なんかさ、ちっちゃい何かある。カツ煮とかにする？同時進行でカツ煮ができて。天ぷらサービス綺麗なんで。じゃあカツ煮とじゃあ肉南蛮でごめんなさい、ちょっとネギがちょっと切れちゃったんで天ぷらサービス。ありがとうございます。エビの天ぷらサービスでごめんなさい。すいません。むしろそっちの方がいいみたいな。ですね。はい、すいません。トムランマンも合わせていっちゃいますね。よいしょ。はい。チョコランマンジュニア、お待ちどう、そばです。すいません。そうだ。
全然。いや、あのね、あれちょっとよかった、主人もちょっといればすごい助かる。なんだろう、あの子いるじゃん、この間、コーヒーを入れたの。言ってもらうかね、多分ね、この間もそうだけど、僕のことも考えて、うちのことを考えて決めもらってる。結構気が抜けてしまうんで、そういう。もうみんなもう全然何にも用意しない。まあ、やめて、僕のことだって。だから、自分がそこまでなんか、全部の人に給料が渡してなくて、スタッフの人に給料が渡したいからって安くしたの。でもそれ参加費もどんどん上がってる。自分なんか悪いことないんだけど、悪いことないんだけどね。なんかね、そういうところ、そういうところがこうなっちゃってる。